あら、偉人さん？お初にお目にかかります。我が名はルイス・エーリカ・フロイス。日の本の名を明智十兵衛と申す者。堺にてクオン様と出会い、旅路を共にさせていただいておりました。ゆえあって、これからは織田の家中でお世話になることと相なりました。末永くお引き立てくださいませ。はあ、日の本言葉がお上手なんですね。けど明智って、もしかしてあの明智家？はい、母の名はマキと申します。マキって、マキおばさん？母をご存知なのですか？マキおばさんのお姉様、明智光康殿と私の母である斎藤利政は親友だったもの。だけどマキおばさんは神隠しにあったって聞いていたんだけど。神隠しですか？うん、私が生まれる前の話だけど、その話になると光康殿がひどく落ち込まれていたのを覚えてるの。子供の頃、妹が神隠しにあったって。そうですか。母にそんなことが。マキおばさんの娘なら私とは遠い親戚ってことになるわね。よろしく、十兵衛、エーリカ、どっちで呼べばいいのかしら。エーリカとお呼びください。私の名前は貴重、通称はユイナだからユイナって呼んでくれると嬉しいわ、エーリカ。ではユイナ様、これからよろしくお願いいたします。こちらこそ。話は終わったか？終わったわよ。二人ともお帰りなさいませ。積もる話もあるが、すぐに軍議に出る。夕食の用意を頼むぞ。はいはい、クオンの食べたいものはわかるからいいとして、健介、何か食べたいものはある？久しぶりの我が家なんだから奮発して作ってあげる。そういうのが一番困るんだけど。お味噌汁？そんなのでいいの？はあ？まあ楽だからいいけどね。はいはい、じゃあ軍議を終えたぐらいにご飯にありつけるようにしとくから頑張ってらっしゃい。留守は頼む。シノ、家中はどういった状況だ？美月様以下、さすが織田家の臣。事態を理解した後はすぐに出陣の態勢を整えております。上洛の準備か？はい。違うのですか？はっ、なるほど。越前があまり良い事態ではなかったということですか？これは厳しい戦いになりそうですね。そうだな。行くぞ。では軍議を始める。
皆も竹中より聞いておるだろう。昨今我が両国を荒らす鬼の正体が判明した。わけわからずなものが日の本にあだなすために作り出した化粧のものだと聞きましたが、さて事態は把握しているのですが、やはりしっくりこないというか、腑に落ちない部分は否めません。一体どういうことなのでしょう。その説明は我ではなくこやつがする。金冠知らせい。皆様、お初にお目にかかります。我が名はルイス・エーリカ・フロイス。日の本よりもはるか西、異国よりやってまいった天主教の司祭です。まあ、異国の人にしては日の本の言葉が大変お上手なのですね。しかり、我が母は日の本は美の明智の省の出身。この身には日の本の血が流れておりまする。母の名は真希。明智家前当主明智光康殿の妹。そして我が日の本の名は明智十兵衛と申す。皆様吉名に。ほう、あの知将明智光康の筋か。なかなか面白い。ありがとうございます。皆様お引き回しのほど何卒よろしくお願いいたします。あれが霊峰ってやつでしょ。すごいね。ひな初めてだよ、あんなに完璧な霊峰の人。すごいかっこいい。ワンコもちょっとは霊峰の勉強とかした方がいいのかな。ワンコには無理だろ。にゃにを若菜に言われたくないワン。三若場をわきまえ。はい。まったく電父野人のガキどもは。まあまあ、みんなまだ若いですから。気にするな、続けろ。では。以上がこの日の本を取り巻く状況です。そして先日オダにより放っていた患者が持ち帰った情報がある。ケズケ。難しい事態だな。あのわけわからずの鬼が越前を落としたなんて。越前が落とされたことを考えれば時間的な猶予はそうないということですね。だが我の方針は変わらん。天下不武である。柴田勝家、丹羽長秀、はっ。織田家中一丸となって上洛する。徳、完璧に準備してみせい。よい。上洛の後、久保と合流。返す刀で越前の鬼を根切りにいたす。ともども覚悟せい。おっしゃー、久しぶりの大戦だぜ。燃えるよ、真っ赤に燃える。まあ頑張りましょう。ふむ、それでこそ織田の滅武者よ。三若の働き期待しておる。はい。上洛には三河勢も呼ぶ。誰ぞ急進に立て。では私が参りましょう。うん、頼もう。こたびの戦は織田松平勢の総力を挙げ、徳徳中山道を駆け下り、六角松永三好を破り、久保と共に
織田にで浅井と落ち合う流れとなる。全てにおいて早きことを要求される。難しい戦となろうが皆の奮戦を期待している。皆の者、戦自宅に取りかかれい。そんなことできるはずが。バカ者。急に何をするのだ、うつけめ。知らん。あんな短い時間では伝わってきたのかどうかを判別することなんてできん。そういうのには慣れていないからな。勝手にせい。はいはい。それは自宅に戻ってからにしてね。来てたんだじゃないわよ。軍議が終わったみたいなのにいつまで経っても戻ってこないから、お味噌汁が冷めると思って呼びに来たんじゃない。なのに2人して私だけのけ者にするなんてずるいわよ。ずるいとかずるくないとか。まあまあ、今さら照れたって遅いわよ。ほら。実は最初からいたりして。少し仲が良すぎではありますまいか。というわけで、実はクオンがおねだりしてるところもみんな見てたりして。おお、顔が真っ赤。まあでもいいんじゃないの、夫婦なんだし。このうつけ者どもがはあ、逃げちゃった。クオンったら可愛いんだから。あら、ずるいって言ったのは本音よ。あとはまあ、クオンってからかうと楽しいし。そうでも可愛いクオンを見られて得したでしょ。って言って
ても出陣はまだ先ですし、時間はありますからね。次の戦は長丁場になるでしょうから、時間をかけてしっかり準備しないと。任せてください。むれてはいません。ただ自分にもっと力があればとおがみしてるだけです。怒ってはいませんが腹は立っていますね。モテる男は辛いわね。だけどね、シノ、これから少し風向きが変わるかもしれないわよ。風向き？まあクオンもいろいろと考えてるみたいってこと。さて、ケンスケは旅から帰ってきたばかりなんだから、さっさとご飯を食べてグースか寝ときなさい。